突然です。特別です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。昨日は何をしてたかと言います。家でずっと作業してたんですが、これは言っておきましょうか。以前ね、原線式万馬券メソッドという、万馬券のメソッドをね、こう週末配信してたんですけど、あまりにもっていうかそこそこ当たってはいたんですが、なかなか配信すると当たらないってことが続きすぎてね、ちょっとめげてしまいまして、最近は配信してなかったんですが、久しぶりに、17万馬券でしたっけ、14万馬券かな、もう15万馬券ぐらい当たりまして、府中牝馬ステークスの3連単が見事当たりまして、しかもね、こう2等軸マルチで最近は買うようにしてるんですけども、その2等軸をどれにするか悩んでた3等で決着するという、なんとね、3等ボックスでがっつりいけたじゃんっていうような、もうほんと見事にどんずばで当てまして、いやー嬉しかったですねっていうことをしておりまして、そう調子づいてはいかんぞと、そういう時にこそね、勝って兜の尾を締めよう。それから先日見たラウェイの映画ねの中でも語られておったように、こうなんて言ってたかな、とにかくこう低姿勢であれと、こうね、おごり高ぶるなというようなことが言われておったので、別にこうね、久しぶりに万馬券取れたとて、もう3月中盤ですか、ここでやっと収支ね、回収率が 100% を超えました。それまではひどかったですからね。なので別に勝ったところでっていう感覚ではおりましたが、そんな嬉しいことがありましたというのと、今日本当にお話ししたいっていうのね、あれです。やっとね見ました。気が重かったんですよ、見るのがね。こうね、内容というか概要は分かってきたんで、見るのが本当にこう気が重くて躊躇してたんですが、やっと見ました。TVer でもうね、今日でおしまいぐらいじゃないですか。家ついていいですか特別編、伝説のバンドマン猪間ね、最後の生き様、葬儀から1年、もう一つの物語というのがギリギリ今日までかな、今日までか TVer であるんですが、これ1月放送されたやつなんですけど、これ本当にすごくて、オナニーマシーンというバンドのベースボーカルの猪間さんの最後を追ったドキュメンタリーというか、家ついて行っていいですかで、声をかけた方がたまたま下北沢でね、たまたま声をかけた方がその葬儀終わってもうちょっと身内だけでね、忍ぶ会をしようかと言ったところの帰り道に声をかけたのが猪間さんと、同居してた、内縁の妻の方で、そこでね、ひるむことなくね、こんな状況ですけども家ついていっていいですかって言ったら、そう蓋を開けてみたらそういうことだったと。猪間さんの家でしかもそこでね、もう一つすごいのが上出さんっていうテレ東のディレクター、あの人の旦那さんですね。名前が出てこない。5時に夢中のね、今はアナウンサーというかあれやってる方の何でしたね。後で概要欄に書いておきますわ。出てこない。の旦那さんでハイパーハードグルメリポートでしたっけ
のディレクターの方で、この方もなかなか飛んでる方で、その方が、猪間さんにバンド名をつけてもらったっていう過去があり、密着させてくださいと、豊洲ピットでやるライブまでね、密着させてくださいっていうので密着がついてたと、個人的にね。で、亡くなったところまでかな、もう密着されてて、こう家ついていっていいですかでは、亡くなった後、忍ぶ会の後、こう家に行って話を聞くっていうところで終わるんですが、さらになんとね、そこで実は密着をしていたっていう密着部分がこれまたすごくてね、本当に最後まで命を燃やし尽きたというか、明日のジョーでいうところで言うとあれですよ、本当に真っ白な灰になるまでをが撮れてた、素晴らしい回でしたね。だからもっとね、僕はもうボーダする涙をね、もう止めどなく流すかなと思ったら、こうすごくすがすがしい気分というか、感心したというか、感動したというか、すごかったですね。こう命を燃やし尽くすというか、本当に明日のジョーのようなね、こう真っ白な、ね、灰になるというか、ね、燃えかすなんか残りやしね、真っ白な灰になるだけだというようなのを体現していたのが本当にすごかったですね。で、中で出てくるんですが、空気階段のもぐらさん、でっかちゃんもね、後ろで太鼓叩いてましたけど、あと、阿蘇山大噴火さんもそのステージに立ってね、歌ってるシーンがちょこっと入るんですけど、空気階段のね、もぐらさんも出てて、なんかすごいですね。その、放送があった週に、ラジオで、何でした、空気階段の踊り場の中で、そのことに触れて、曲を流すんですけど、その回もすごく良かった。僕は放送が見れなくて、で TVer で上がってほしいなと思って待ってたんですけど、なかなか上がったのが先週で、それまで一月ぐらいずっと見れなかったんですが、そのラジオは聞いてて、で内容も知ってたんで、すごくそのラジオもかっこよくて、もぐらくんもすごくかっこよくて、いいなと思って見たのが、やっとそのね、猪間さんの、僕は全然そこを聞いてなかったんですが、すごくかっこよかったですね。銀杏ボーイズのミネタさんがね、出てきてくるところらへんとか、めちゃくちゃいいですよね。僕は何でした、なんとかボーイ、花沢健吾さんの漫画で、ルサンチマンの次の何でした映画になったね、ボクサーの漫画がなんて言ったね、モヒカンでメガネで見に行くと映画がタダで見れるという、ボーイズ・オン・ザ・ランね、主題歌ミネタさんもやってて、ミネタさんが出てるんですけど、ミネタさんがその、主人公の役で出てるんですけども、それモヒカンでメガネなんですね。で、映画のキャンペーンでモヒカンでメガネの人はタダで見れますよって言うんで、僕ちょうどその時にモヒカンだったんで、これいいやね、漫画も大好きで、映画も見に行こうと思ってたんですけど、それタダで見れるんだったらっつって見に行って、あまりにもね、よく似て、ブログにもね、写真載っけてるんですけど、あまりにもこう似てるから、本当に映画見終わった瞬間に、こう結構、ちょっとざわざわしたっていう過去があるぐらい、銀杏ボーイズのそのミネタさんがやってきて、っていう病院のシーンでね、すごいシーンがあるんですけど、ぜひね、まだ見てない方は全然怖いとか、そういうなんていうんですかね、人の死を目の当たりにするのは嫌だとか、そういうんじゃなくて、なんかすごくこうね、語弊はありますが、キャンプファイヤーを見るようなね、こう燃え上がるね、人の魂というか、もう全身全霊で燃え上がる姿っていうのは本当に美しいなと思って見てましたね。だから鬼滅の煉獄さんにも通じるなってちょっと思ったんですね。煉獄さんもね、鬼滅の
無限列車編で最後で亡くなってしまうんですが、でね、さらっとそこで鬼滅のネタバレをするというね、まあいいでしょう。燃え尽きる、命を、全て完全燃焼するっていう、煉獄さんもそうですしっていうのが見てすごく感動しましたっていうのを伝えたかった。ぜひ見れるうちに見てくださいとね思いましたというね、猪間さんのその家ついて行っていいですかのお話でした。ぜひね、まだ見てない方は TVer でね見てください。それからあれもね、無限列車編もね、煉獄さんも、それから明日のジョーね、これ全部燃え尽きるね、はいね、燃えガスなんか残りはしねえ、真っ白に灰になるだけだね。それから迷子の拳もそうですね。それは完全に燃え尽きてないんで、まだまだ燃えている状態の映画、3月26日に公開ですか、あれもね。ぜひそういったものをぜひ見てほしいなと思ったところ次第でありました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。